今日は日本の有名なワンコの話です。日本では犬のことをワンコやワンちゃんと呼びます。日本には世界でも有名になったワンコたちがいます。この有名なワンコたちを紹介していきます。まず、日本で最も有名な犬といえば、忠犬ハチ公です。ハチ公は東京の渋谷駅で主人を待ち続けたことで有名な犬です。1923年の大正時代の話です。秋田県のある家庭で8匹のワンコが生まれました。そのうちの1匹のオス犬にハチという名前が付けられました。動物の場合は性別を男はオス、女はメスと呼びます。ハチは秋田犬という種類のオス犬です。なぜハチという名前になったのかというのは、座った時に手の置き方が漢字の8に似ていたからなどと言われていますが、本当の理由は分かっていません。ハチは生まれてからすぐに東京に住む上野秀三郎という大学教授に引き取られました。上野さんは東京帝国大学で働いていました。上野さんはもともと複数の犬を飼っていました。その中の一匹の愛犬がこの世を去り、上野さんが悲しんでいたところ、知人の紹介で秋田県に住む生まれたばかりのハチを譲ってもらうことになったのです。上野さんはハチをとても可愛がりました。一緒に風呂に入ったり、散歩したり、寝るときも一緒だったそうです。上野さんは仕事のために朝渋谷駅から電車で出勤していました。上野さんが家を出るときに、毎朝ハチは玄関や門まで出てきて、上野さんを見送っていました。時にはハチも一緒に渋谷駅まで上野さんと歩き、その後また夕方になると、ハチは渋谷駅まで行き、上野さんが帰ってくるのを待っていたそうです。しかし、上野さんの家でハチが過ごすようになってから1年後、悲しい事件が起きてしまいます。なんと、上野さんは仕事の後に脳出血で倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまったのです。しかし、ハチはその後も渋谷駅に上野さんを迎えに、朝と夕方に一匹で通うようになりました。ハチはその後、上野さんの家の植木職人として働いていた小林さんの家で面倒を見てもらうことになります。渋谷駅から3キロほど離れた代々木駅近くに小林さんの家はありましたが、ハチはその後も小林さんの家から歩いて渋谷駅まで朝通い、その後ご飯を食べに小林宅に戻った後、再度夕方に渋谷駅に通って、駅を出入りする人々を眺めていました。そしてハチは渋谷駅に寄った後は、必ず以前自分が住んでいた上野家も訪れ、中を覗き込んでいたそうです。ハチは毎日のように渋谷に通っていたので、どんどん体が汚れていきました。汚れたハチは渋谷駅の通行人から邪魔だと邪険に扱われたり、子供たちにいたずらされることもありました。また、ハチは飼い犬とわかるように、
体に童話をつけていましたが、その童話を鉢から取り外して盗む心ない人もいました。なぜかというと、当時一部の人の間で犬の身につけているものが安産のお守りになるという迷信があったからです。それを聞いて、もうすぐ子供が生まれるという人たちが、鉢の童話を盗むということが何度もありました。そのせいで、鉢は何度も野良犬と間違えられ、野良犬を捕まえる人たちに何度か捕まってしまったこともあります。ただ、その都度すぐ小林さんが鉢はうちの犬だと説明して、鉢は無事帰ることができたそうです。それでも鉢は渋谷駅に毎日通い続けました。すると、上野さんと鉢のことを昔から知っていた日本犬保存会の会長である斉藤さんが、この鉢の悲しい物語を新聞の記事として書きました。すると、鉢のことは瞬く間に日本中で知られるようになり、人々はなんてかわいそうな犬なんだと、鉢を大事にするようになりました。渋谷にやってくる鉢に人々は食べ物を与え、鉢は渋谷駅のマスコットになりました。この頃から鉢は鉢公とも呼ばれるようになりました。日本では上野さん、小林様のように相手を敬うときにさんや様をつけます。公も同じ意味で敬う気持ちがあります。また、鉢は忠犬という称号もあります。これは忠誠心のある犬という意味です。鉢はその後、映画に出演したり、また、鉢が生きている間に渋谷駅の前に銅像も建てられました。そして鉢は11歳でその生涯を終えました。当時のワンコとしては長生きしたと言われています。つまり鉢は10年間も渋谷駅に主人を待って通い続けたのです。その後、鉢の銅像は日本が戦時中の時に金属不足を理由に一度解体されていますが、戦後に再び渋谷駅前に建てられました。今、渋谷駅はとても多くの人が行き交う巨大な駅です。人々は渋谷で待ち合わせする際、ハチ公前で待ち合わせと言って、この銅像の前で待ち合わせするようになりました。ちなみに、ハチ公の銅像を見た際、小さな犬をイメージするかもしれませんが、鉢は大型犬です。忠犬ハチ公は日本人なら誰でも知っている日本一有名な犬であり、ハリウッドでも映画化され、世界的にも有名なワンコです。ハチ公は大正から昭和時代にかけて最も有名になったワンコですが、実は日本には平成から令和時代にかけて世界一有名になったワンコがもう一匹いるのはご存知でしょうか。その名はカボス、またの名をドージと言います。カボスザドージはインターネットミームとして世界中に知られるようになったメスの柴犬です。仮想通貨のドージコインのマスコットキャラクターとしても有名なワンコです。柴犬は毛の色など見た目はハチの秋田犬と似ていますが、大きさが違います。秋田犬は体長70センチ程度の大型犬ですが、柴犬は
50センチ程度の中型から小型の犬です。カボスは柴犬を繁殖する業者のもとで生まれました。しかし、この業者が廃業してしまったため、動物の保護施設に預けられていました。保護施設では、長期間飼い主が見つからなかった場合は、最終的に処分されてしまうこともあります。ボスはそんな中、幸運にも千葉県に住む愛犬家の佐藤さんに見つけ出され、佐藤さん夫婦の家で飼われることになりました。佐藤さん夫婦は過去にもワンコを飼っていましたが、そのワンコが生涯を終えた後は、しばらく動物を飼っていませんでした。そんな時に、たまたま近くで里親を募集しているワンコがいることを知り、そのワンコを飼うことにしました。顔が丸く、カボスのような顔をしていることから、カボスという名前が付けられています。カボスが佐藤さんの家に来たときはとてもおとなしく、まるでぬいぐるみのように静かにしているワンコでした。その後、同じように佐藤さんの家では、カボスと同じような境遇の保護猫を2匹飼うようになりました。2匹の猫は好きなように振る舞っていて、カボスにちょっかいも出してきます。猫たちとの生活でカボスも心を開くようになり、佐藤さんの家で元気に暮らすようになっていきます。その後、佐藤さん家の奥様は、カボスとの毎日の散歩やカボスが猫たちと暮らす写真をブログに掲載するようになりました。このブログが人気が出てきて、少しずつカボスが日本のインターネットで知られるようになっていきました。しかし、ここで予想外なことが起きました。佐藤さんが知らない間に、このブログに投稿していたカボスの写真の一枚が、海外のインターネットミームとして使われて話題になっていたのです。海外ではドッグをもじったドージという呼び名で、カボスの写真にユニークな言葉をつけるのが大流行しました。そしてこのドージブームはただのミームでは終わりませんでした。なんと仮想通貨のドージコインのシンボルとして使われるようになったり、それを気に入ったイーロン・マスクがアメリカのテレビ番組でドージの話題を出したり、ツイッターの青い鳥のロゴがドージに変わったりしたことで、世界一有名な犬になっていきました。ただ、飼い主である佐藤さんとしては、正直複雑な気持ちだったそうです。佐藤さんは、我が家のワンコの写真が勝手にお金儲けに利用されていることが多々あり、悲しくなったそうです。ただ、仮想通貨のドージコインの開発団体は、収益の一部を犬の保護団体に寄付するなど、飼い主の佐藤さんの気持ちを汲む行動をしていったことで、佐藤さんも嬉しい気持ちになっていったそうです。また、飼い主の佐藤さん自身も、ブロックチェーンに詳しい知人の勧めで、カボスの NFT を販売しました。すると、なんとこのカボスの NFT は、
4億7千万円というとてつもない金額で落札されたのです。しかし、佐藤さんはこの大金を全部寄付しました。佐藤さんは、かぼちゃんの写真は誰かのお金儲けのために使われるのではなく、誰かの幸せのために使ってほしいと言い、寄付したお金でイラクや南スーダン、ベトナムなどに学校が建てられました。そんなカボスが佐藤さんとよくお散歩で行く公園があります。千葉県佐倉市にある佐倉ふるさと広場というところです。大きな風車が目印で、春にはチューリップが咲き誇る公園です。2023年には、なんとこの公園にカボスの銅像が建てられました。世界中のカボス座同時ファンからの寄付で、あのミームを再現したソファーの形の銅像が建てられたのです。カボスはこの頃になるともう18歳近くになっており、すっかり老犬です。自力で歩くのも結構大変になってきたため、近年はベビーカーに乗せてお散歩していたようです。生きているうちに銅像にまでなった犬は、日本でもハチ公とカボスだけでしょう。そんなカボスは2024年5月24日に安らかな眠りにつきました。約18年間生きました。大変長生きした犬と言えます。この秘宝に世界中のカボスファンが SNS で哀悼の意を表しました。カボスは世界中で愛され、そして恵まれない子供たちまで救った素晴らしい柴犬です。日本の平成時代に有名になった犬には、もう一匹ワサオがいます。ワサオはハチ公と同じオスの秋田犬です。青森県に住んでおり、ブサカワ犬として日本で人気になりました。ブサカワというのは、ブサイクなのに可愛いという意味です。もともとは迷い犬で、焼きイカ屋さんを営んでいた菊谷節子さんに保護されました。その後、ワサオは焼きイカ店の看板犬として、菊谷さんの仕事を手伝うようになりました。すると、ライオンのようにふさふさの毛並みとくしゃっとした笑顔がネットでブサカワ犬として話題になったのです。その後、テレビなどのメディアでも頻繁に紹介されるようになり、有名なワンコになりました。ワサオのおかげで、青森県鰺ヶ沢町は観光客も増えました。そのためワサオは町の観光大使になったり、駅長を務めたり、写真集が出たり、映画を主演したりと、町おこしのマスコットとして働きました。その後、ワサオには妻として秋田犬の椿と娘のチョメという2匹のワンコが与えられ、一緒に暮らすようになりました。そして、ワサオと菊谷さんが共に暮らすようになってから約10年が経った時です。菊谷さんが肺炎でこの世を去ってしまいました。その後は菊谷さんの息子さんがワサオの面倒を見ました。ワサオはこの時には
水も食事も取らず、菊屋さんがまた帰ってくると信じて、ひたすら待っていたそうです。ただ菊屋さんは生前、こうなってしまう日を見越して、椿とチョメの2匹もしっかりしつけ、自分がいなくなっても、わさおが仲良く3匹で暮らせるようにと手を尽くしていました。わさおはその後、菊屋さんの願い通り、徐々に元気を取り戻し、3匹仲良く暮らしていました。しかし何ということでしょう。菊屋さんがいなくなってからその1年後、わさおの妻である椿も天国に行ってしまいます。わさおはまた意気消沈してしまいます。また高齢で自力で歩くことも難しくなっていきました。そしてさらに1年後、わさおも天国へ旅立ちました。推定13歳でした。その後、わさおも町おこしの功労者として、鰺ヶ沢町に銅像が建てられています。現在は、わさおの娘であるチョメが、以前のわさおのように、焼きイカ店の看板犬として、多くのお客さんを微笑ませています。この他にも、昭和の時代に南極で1年生き延びた伝説的な2匹のワンコがいます。2匹の名前はタロとジロです。1950年代の終わりに日本から南極へ探検に行くチームがありました。このチームは南極観測隊と呼ばれていました。この探検には南極の寒い環境でも働くことができる犬が必要でした。そこで寒さにとても強い犬種であるカラフト犬を訓練し、約20匹を一緒に南極に連れて行きました。カラフト犬は北海道とロシアの間にあるカラフトというとても寒い場所を生まれとする犬種です。黒い熊のような毛並みの大型犬です。そのため南極のような極寒の地でも問題なく活動できます。逆に暑さには弱いため、船が赤道付近を通る際は冷蔵室で過ごしていたそうです。この犬たちは南極で物資や人を運ぶために犬ぞりを引く仕事をすることになります。日本から最初に派遣された第一観測隊は南極に基地を作りました。観測隊は南極の氷や天気、動物などを調べるために南極の基地で1年間をここから過ごすことになりました。1年後、日本から第二観測隊が出発しました。第二観測隊の人たちは、第一観測隊の人たちと交代する予定でした。ところがその後、ひどい悪天候が続き、交代するはずの第二観測隊の乗った船が、基地のある場所までたどり着くことができません。船は1ヶ月間漂流し、プロペラの一部が破損するという緊急事態にも見舞われます。そして天候がわずかに良くなった時に、船に積まれていたヘリコプターを使い、南極の基地にいる第一観測隊の人々を救助しました。この時、ほとんどの犬たちは、第二観測隊と引き続き南極で働く予定だったこともあり、
連れてこられませんでした。この後、第二観測隊と物資を南極の基地に送ろうと天候の回復を待ちました。しかし天候はさらに悪化。大きな氷に阻まれ、身動きが取れなくなった船をアメリカの船に助けてもらいながら、なんとか海域を脱出します。結局、南極の基地に15匹の犬たちを残したまま、第二観測隊の計画は断念し、隊員たちは泣く泣く日本に帰りました。その後、隊員たちはすぐにまた南極に戻りたいと願っていましたが、国の方針が変わったため、犬たちのもとに戻ることができませんでした。そして1年後、第三観測隊が南極の基地に向かうことになりました。すると信じられないことに、残された15匹の犬のうち、タロとジロの2匹だけが生き延びていました。タロとジロが生き延びたことは、日本中に大きな喜びをもたらしました。さて、一体どうやってタロとジロは南極で生き延びることができたのでしょうか。実は第三観測隊が到着した際、まだ基地に食料は残っていたそうです。しかし、犬たちがその食料を食べた形跡はありませんでした。タロとジロの2匹は、アザラシの糞などを食べて生き延びたのではと考えられています。その後、タロとジロは引き続き南極で仕事をこなします。ジロはその後、5歳になった時に病に倒れ、この世を去りました。タロはその後、北海道に戻り、植物園で余生を送りました。当時、タロとジロ及び南極で活躍した犬たちの銅像が東京タワー前に建てられました。現在は東京の立川市に移設されています。では、ここまで話してきた内容が理解できているか、聴解テストをやってみましょう。まずは、中堅八項に関する問題です。問題1、8が10年間も渋谷駅に毎日通っていた理由として、正しいものを一つ選んでください。1、飼い主の上野さんの帰りを待っていた。2、渋谷の銅像が好きだったから。3、電車を見るのが好きだったから。10秒後に答えが出ます。正解は1番の飼い主の上野さんの帰りを待っていたです。当時渋谷に銅像はありませんし、電車を見るのが好きという話はしていないので、2番3番は×です。問題に、8の童話がたびたび盗まれた理由として、正しいものを一つ選んでください。1、高く売れそうと思った人が取ったから。2、子供がいたずらでよく持って行ったから。3、持っていると子供が無事生まれるという迷信を信じた人が持って行ったから。
正解は3番の持っていると子供が無事生まれるという迷信を信じた人が持っていったからです。問題3、8の銅像に関することとして、正しいものを一つ選んでください。1、8が生きている時に作られ、今も渋谷駅前に当時の銅像が立っている。2、戦争中に鉄が必要という理由で一度解体され、その後再建された。3、ハチがこの世を去った1年後に記念として建てられた。正解は2番の戦争中に鉄が必要という理由で一度解体され、その後再建されたです。一度解体されているので1番は×。ハチが生きている時に作られているので3番も×です。問題4。ハチがハチ公と呼ばれている理由として正しいものを一つ選んでください。1、生まれた時の名前はハチ子だったから。2、コウさんという人の家で生まれたから。3、コウには敬う意味があるから。正解は3番のコウには敬う意味があるからです。問題5、上野さんとハチの関係として正しいものを一つ選んでください。1、上野さんとハチは10年一緒に暮らし続けた。2、上野さんはハチと暮らし始めてから1年後に亡くなった。3、代々木で暮らすハチに上野さんがよく会いに行っていた。正解は2番の上野さんはハチと暮らし始めてから1年後に亡くなったです。ここからはかぼす座童子に関する問題です。問題6、かぼすが佐藤さんの家に来た当時の様子として正しいものを一つ選んでください。1、毎日キャンキャン怯えながら吠えていた。2、まるで人形のように静かにしていた。3、猫と暮らしていたため、猫の鳴き真似をしていた。正解は2番のまるで人形のように静かにしていたです。問題7、かぼすという名前が付けられた理由として正しいものを一つ選んでください。1、かぼすを食べるのが大好きだから。2、かぼすの匂いをいつもくんくん嗅いでいたから。3、かぼすのように丸顔だったから。正解は3番のかぼすのように丸顔だったからです。問題8、かぼすの写真がインターネットで知られるきっかけになったものとして、正しいものを一つ選んでください。1、飼い主の佐藤さんがブログにかぼすの写真を投稿していた。
2、カボスの散歩中の写真を撮った海外のカメラマンがインターネットミームとして投稿した。3、イーロン・マスクが来日中にカボスの写真を撮った。正解は1番の飼い主の佐藤さんがブログにカボスの写真を投稿していたです。この佐藤さんのブログの写真がミームとして使われたことで世界中で有名になりました。問題9、カボスの銅像に関することとして正しいものを一つ選んでください。1、カボスの NFT の収益金で建てられた。2、カボスファンの寄付金で建てられた。3、千葉県佐倉市の資金で建てられた。正解は2番のカボスファンの寄付金で建てられたです。問題10、カボスのことを表す文で正しいものを一つ選んでください。1、海外では童子という名前で親しまれている。2、カボスは大型の秋田犬である。3、カボスはもう一匹のワンコと一緒に暮らしていた。正解は1番の海外では童子という名前で親しまれているです。カボスは小型の柴犬なので2番は×。カボスは猫たちと一緒に暮らしていたので3番も×です。次は和竿に関する質問です。問題11、和竿が話題になった要因として間違っているものを一つ選んでください。1、ブサイクで可愛いワンコとして話題になった。2、ライオンのように毛がふさふさしていることが話題になった。3、イカをよく食べる犬として話題になった。正解は3番のイカをよく食べる犬として話題になったです。和竿は焼きイカ屋さんの家で飼われましたが、イカを食べる犬としては話題になっていませんので、3番が間違っているものです。次はタロとジロに関する質問です。問題12、タロとジロが南極に連れて行かれた理由として正しいものを一つ選んでください。1、タロとジロは寒さに強いカラフト犬という犬種だったから。2、タロとジロは寒い秋田県出身の犬だったから。3、タロとジロは他の犬種に比べて嗅覚が優れていたから。正解は1番のタロとジロは寒さに強いカラフト犬という犬種だったからです。問題13、タロとジロがなぜ生き延びることができたのかを説明したものとして
正しいものを一つ選んでください。1、基地に残った食料を食べて生き延びたと思われる。2、アザラシが落としていく糞などを食べることで生き延びたと思われる。3、アメリカの船に助けてもらったと思われる。正解は2番のアザラシが落としていく糞などを食べることで生き延びたと思われるです。タロとジロが基地に残っていた食料を食べた形跡がなかったため1番は×。アメリカに助けてもらったという話もしていないので3番も×です。というわけで今回は日本の有名な犬の話をしました。これからも日本語の上達に役立つビデオを配信していきますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。どんな内容のビデオを見たいかなどもコメントで教えてくださいね。では、ご視聴ありがとうございました。今日は日本の有名なワンコの話です。日本では犬のことをワンコやワンちゃんと呼びます。日本には世界でも有名になったワンコたちがいます。この有名なワンコたちを紹介していきます。まず、日本で最も有名な犬といえば、忠犬ハチ公です。ハチ公は東京の渋谷駅で主人を待ち続けたことで有名な犬です。1923年の大正時代の話です。秋田県のある家庭で8匹のワンコが生まれました。そのうちの1匹のオス犬にハチという名前が付けられました。動物の場合は性別を男はオス、女はメスと呼びます。ハチは秋田犬という種類のオス犬です。なぜハチという名前になったのかというのは、座った時に手の置き方が漢字の8に似ていたからなどと言われていますが、本当の理由は分かっていません。ハチは生まれてからすぐに東京に住む上野秀三郎という大学教授に引き取られました。上野さんは東京帝国大学で働いていました。上野さんはもともと複数の犬を飼っていました。その中の一匹の愛犬がこの世を去り、上野さんが悲しんでいたところ、知人の紹介で秋田県に住む生まれたばかりのハチを譲ってもらうことになったのです。上野さんはハチをとても可愛がりました。一緒に風呂に入ったり、散歩したり、寝るときも一緒だったそうです。上野さんは仕事のために朝渋谷駅から電車で出勤していました。上野さんが家を出るときに毎朝ハチは玄関や門まで出てきて上野さんを見送っていました。時にはハチも一緒に渋谷駅まで上野さんと歩き、その後また夕方になるとハチは渋谷駅まで行き、上野さんが帰ってくるのを待っていたそうです。しかし、上野さんの家でハチが過ごすようになってから1年後、悲しい事件が起きてしまいます。なんと、上野さんは仕事の後に脳出血で倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまったのです。しかし、ハチはその後も
渋谷駅に上野さんを迎えに朝と夕方に一匹で通うようになりました。ハチはその後、上野さんの家の植木職人として働いていた小林さんの家で面倒を見てもらうことになります。渋谷駅から3キロほど離れた代々木駅近くに小林さんの家はありましたが、ハチはその後も小林さんの家から歩いて渋谷駅まで朝通い、その後ご飯を食べに小林宅に戻った後、再度夕方に渋谷駅に通って、駅を出入りする人々を眺めていました。そしてハチは渋谷駅に寄った後は、必ず以前自分が住んでいた上野家も訪れ、中を覗き込んでいたそうです。ハチは毎日のように渋谷に通っていたので、どんどん体が汚れていきました。汚れたハチは渋谷駅の通行人から邪魔だと邪険に扱われたり、子供たちにいたずらされることもありました。また、ハチは飼い犬とわかるように体に童話をつけていましたが、その童話をハチから取り外して盗む心ない人もいました。なぜかというと、当時一部の人の間で犬の身につけているものが安産のお守りになるという迷信があったからです。それを聞いて、もうすぐ子供が生まれるという人たちが、ハチの童話を盗むということが何度もありました。そのせいで、ハチは何度も野良犬と間違えられ、野良犬を捕まえる人たちに何度か捕まってしまったこともあります。ただ、その都度すぐ小林さんがハチはうちの犬だと説明して、ハチは無事帰ることができたそうです。それでもハチは渋谷駅に毎日通い続けました。すると、上野さんとハチのことを昔から知っていた日本犬保存会の会長である斉藤さんが、このハチの悲しい物語を新聞の記事として書きました。すると、ハチのことは瞬く間に日本中で知られるようになり、人々はなんてかわいそうな犬なんだと、ハチを大事にするようになりました。渋谷にやってくるハチに人々は食べ物を与え、ハチは渋谷駅のマスコットになりました。この頃からハチはハチ公とも呼ばれるようになりました。日本では上野さん、小林様のように相手を敬うときにさんや様をつけます。公も同じ意味で敬う気持ちがあります。また、ハチは忠犬という称号もあります。これは忠誠心のある犬という意味です。ハチはその後、映画に出演したり、また、ハチが生きている間に渋谷駅の前に銅像も建てられました。そしてハチは11歳でその生涯を終えました。当時のワンコとしては長生きしたと言われています。つまりハチは10年間も渋谷駅に主人を待って通い続けたのです。その後、ハチの銅像は日本が戦時中の時に金属不足を理由に一度解体されていますが、戦後に再び渋谷駅前に建てられました。今、渋谷駅はとても多くの人が行き交う巨大な駅です。人々は渋谷で待ち合わせする際、ハチ公前で待ち合わせと言って、この銅像の前で待ち合わせするようになりました。ちなみに、ハチ公の銅像を見た際、
小さな犬をイメージするかもしれませんが、ハチは大型犬です。中堅ハチ公は日本人なら誰でも知っている日本一有名な犬であり、ハリウッドでも映画化され、世界的にも有名なワンコです。ハチ公は大正から昭和時代にかけて最も有名になったワンコですが、実は日本には平成から令和時代にかけて世界一有名になったワンコがもう一匹いるのはご存知でしょうか。その名はカボス、またの名を童子と言います。カボス・ザ・童子はインターネットミームとして世界中に知られるようになったメスの柴犬です。仮想通貨の童子コインのマスコットキャラクターとしても有名なワンコです。柴犬は毛の色など見た目はハチの秋田犬と似ていますが、大きさが違います。秋田犬は体長70センチ程度の大型犬ですが、柴犬は50センチ程度の中型から小型の犬です。カボスは柴犬を繁殖する業者のもとで生まれました。しかし、この業者が廃業してしまったため、動物の保護施設に預けられていました。保護施設では、長期間飼い主が見つからなかった場合は、最終的に処分されてしまうこともあります。ボスはそんな中、幸運にも千葉県に住む愛犬家の佐藤さんに見つけ出され、佐藤さん夫婦の家で飼われることになりました。佐藤さん夫婦は過去にもワンコを飼っていましたが、そのワンコが生涯を終えた後は、しばらく動物を飼っていませんでした。そんな時に、たまたま近くで里親を募集しているワンコがいることを知り、そのワンコを飼うことにしました。顔が丸く、カボスのような顔をしていることから、カボスという名前が付けられています。カボスが佐藤さんの家に来たときはとてもおとなしく、まるでぬいぐるみのように静かにしているワンコでした。その後、同じように佐藤さんの家では、カボスと同じような境遇の保護猫を2匹飼うようになりました。2匹の猫は好きなように振る舞っていて、カボスにちょっかいも出してきます。猫たちとの生活で、カボスも心を開くようになり、佐藤さんの家で元気に暮らすようになっていきます。その後、佐藤さん家の奥様は、カボスとの毎日の散歩や、カボスが猫たちと暮らす写真をブログに掲載するようになりました。このブログが人気が出てきて、少しずつカボスが日本のインターネットで知られるようになっていきました。しかし、ここで予想外なことが起きました。佐藤さんが知らない間に、このブログに投稿していたカボスの写真の一枚が、海外のインターネットミームとして使われて話題になっていたのです。海外ではドッグをもじった童子という呼び名で、カボスの写真にユニークな言葉をつけるのが大流行しました。そして、この童子ブームは、ただのミームでは終わりませんでした。なんと、仮想通貨の童子コインのシンボルとして使われるようになったり、
それを気に入ったイーロン・マスクがアメリカのテレビ番組で同時の話題を出したり、ツイッターの青い鳥のロゴが同時に変わったりしたことで、世界一有名な犬になっていきました。ただ、飼い主である佐藤さんとしては、正直複雑な気持ちだったそうです。佐藤さんは、我が家のワンコの写真が勝手にお金儲けに利用されていることが多々あり、悲しくなったそうです。ただ、仮想通貨の同時コインの開発団体は、収益の一部を犬の保護団体に寄付するなど、飼い主の佐藤さんの気持ちを汲む行動をしていったことで、佐藤さんも嬉しい気持ちになっていったそうです。また、飼い主の佐藤さん自身も、ブロックチェーンに詳しい知人の勧めで、カボスの NFT を販売しました。すると、なんとこのカボスの NFT は4億7000万円というとてつもない金額で落札されたのです。しかし、佐藤さんはこの大金を全部寄付しました。佐藤さんは、カボちゃんの写真は誰かのお金儲けのために使われるのではなく、誰かの幸せのために使ってほしいと言い、寄付したお金でイラクや南スーダン、ベトナムなどに学校が建てられました。そんなカボスが佐藤さんとよくお散歩で行く公園があります。千葉県佐倉市にある佐倉ふるさと広場というところです。大きな風車が目印で、春にはチューリップが咲き誇る公園です。2023年には、なんとこの公園にカボスの銅像が建てられました。世界中のカボス座同時ファンからの寄付で、あのミームを再現したソファーの形の銅像が建てられたのです。カボスはこの頃になるともう18歳近くになっており、すっかり老犬です。自力で歩くのも結構大変になってきたため、近年はベビーカーに乗せてお散歩していたようです。生きているうちに銅像にまでなった犬は、日本でもハチ公とカボスだけでしょう。そんなカボスは2024年5月24日に安らかな眠りにつきました。約18年間生きました。大変長生きした犬と言えます。この秘宝に世界中のカボスファンが SNS で哀悼の意を表しました。カボスは世界中で愛され、そして恵まれない子供たちまで救った素晴らしい柴犬です。日本の平成時代に有名になった犬には、もう一匹ワサオがいます。ワサオはハチ公と同じオスの秋田犬です。青森県に住んでおり、ブサカワ犬として日本で人気になりました。ブサカワというのは、ブサイクなのに可愛いという意味です。もともとは迷い犬で、焼きイカ屋さんを営んでいた菊谷節子さんに保護されました。その後、ワサオは焼きイカ店の看板犬として、菊谷さんの仕事を手伝うようになりました。すると、ライオンのように
ふさふさの毛並みとくしゃっとした笑顔がネットでブサカワ犬として話題になったのです。その後、テレビなどのメディアでも頻繁に紹介されるようになり、有名なワンコになりました。わさおのおかげで、青森県鰺ヶ沢町は観光客も増えました。そのためわさおは町の観光大使になったり、駅長を務めたり、写真集が出たり、映画を主演したりと、町おこしのマスコットとして働きました。その後、わさおには妻として秋田犬の椿と娘のチョメという2匹のワンコが与えられ、一緒に暮らすようになりました。そして、わさおと菊谷さんが共に暮らすようになってから約10年が経った時です。菊谷さんが肺炎でこの世を去ってしまいました。その後は菊谷さんの息子さんがわさおの面倒を見ました。わさおはこの時には水も食事も取らず、菊谷さんがまた帰ってくると信じてひたすら待っていたそうです。ただ菊谷さんは生前こうなってしまう日を見越して、椿とチョメの2匹もしっかりしつけ、自分がいなくなってもわさおが仲良く3匹で暮らせるようにと手を尽くしていました。わさおはその後、菊谷さんの願い通り、徐々に元気を取り戻し、3匹仲良く暮らしていました。しかし何ということでしょう。菊谷さんがいなくなってからその1年後、わさおの妻である椿も天国に行ってしまいます。わさおはまた意気消沈してしまいます。また高齢で自力で歩くことも難しくなっていきました。そしてさらに1年後、わさおも天国へ旅立ちました。推定13歳でした。その後、わさおも町おこしの功労者として、鰺ヶ沢町に銅像が建てられています。現在は、わさおの娘であるチョメが、以前のわさおのように、焼きイカ店の看板犬として、多くのお客さんを微笑ませています。この他にも、昭和の時代に南極で1年生き延びた伝説的な2匹のワンコがいます。2匹の名前はタロとジロです。1950年代の終わりに日本から南極へ探検に行くチームがありました。このチームは南極観測隊と呼ばれていました。この探検には南極の寒い環境でも働くことができる犬が必要でした。そこで寒さにとても強い犬種であるカラフト犬を訓練し、約20匹を一緒に南極に連れて行きました。カラフト犬は北海道とロシアの間にあるカラフトというとても寒い場所を生まれとする犬種です。黒い熊のような毛並みの大型犬です。そのため、南極のような極寒の地でも問題なく活動できます。逆に暑さには弱いため、船が赤道付近を通る際は冷蔵室で過ごしていたそうです。この犬たちは南極で物資や人を運ぶために犬ぞりを引く仕事をすることになります。日本から最初に派遣された第一観測隊は南極に基地を作りました。
観測隊は南極の氷や天気、動物などを調べるために南極の基地で1年間をここから過ごすことになりました。1年後、日本から第2観測隊が出発しました。第2観測隊の人たちは第1観測隊の人たちと交代する予定でした。ところがその後、ひどい悪天候が続き、交代するはずの第2観測隊の乗った船が基地のある場所までたどり着くことができません。船は1ヶ月間漂流し、プロペラの一部が破損するという緊急事態にも見舞われます。そして天候がわずかに良くなった時に、船に積まれていたヘリコプターを使い、南極の基地にいる第一観測隊の人々を救助しました。この時、ほとんどの犬たちは、第二観測隊と引き続き南極で働く予定だったこともあり、連れてこられませんでした。この後、第二観測隊と物資を南極の基地に送ろうと、天候の回復を待ちました。しかし、天候はさらに悪化。大きな氷に阻まれ、身動きが取れなくなった船を、アメリカの船に助けてもらいながら、なんとか海域を脱出します。結局、南極の基地に15匹の犬たちを残したまま、第二観測隊の計画は断念し、隊員たちは泣く泣く日本に帰りました。その後、隊員たちはすぐにまた南極に戻りたいと願っていましたが、国の方針が変わったため、犬たちのもとに戻ることができませんでした。そして1年後、第3観測隊が南極の基地に向かうことになりました。すると信じられないことに、残された15匹の犬のうち、タロとジロの2匹だけが生き延びていました。タロとジロが生き延びたことは、日本中に大きな喜びをもたらしました。さて、一体どうやってタロとジロは南極で生き延びることができたのでしょうか。実は第3観測隊が到着した際、まだ基地に食料は残っていたそうです。しかし、犬たちがその食料を食べた形跡はありませんでした。タロとジロの2匹は、アザラシの糞などを食べて生き延びたのではと考えられています。その後、タロとジロは引き続き南極で仕事をこなします。ジロはその後、5歳になった時に病に倒れ、この世を去りました。タロはその後、北海道に戻り、植物園で余生を送りました。当時、タロとジロ及び南極で活躍した犬たちの銅像が東京タワー前に建てられました。現在は東京の立川市に移設されています。これからも日本語の上達に役立つビデオを配信していきますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。どんな内容のビデオを見たいかなどもコメントで教えてくださいね。では、ご視聴ありがとうございました。